夜の国道沿いに浮かび上がる大きな看板、周囲の街灯や立ち並ぶ住宅街の明かりが少なくなる中で、その四角い建物だけが不自然なほどこうこうと光を放ち続けています。駐車場に車を止め、入り口に近づくにつれて、ガラス張りの壁の向こう側から漏れてくる強烈なまでの白い蛍光灯の光が目に突き刺さるように感じられます。自動ドアを向けると、そこは夜の大型リサイクルショップ。あなたも一度はその奥深くにある中古家具や大型家電のフロアに足を踏み入れたことがあるはずです。そこには不揃いなソファや大きな冷蔵庫が誰を待つでもなく、ただ静かに、そして整然と並んでいます。そこに足を踏み入れた瞬間に背筋を撫でるような不思議な心細さを感じたことはないでしょうか。私たちは今明るく安全な店内にいるはずなのに、なぜ急に落ち着かなくなり、自分の足音ばかりが気になり始め、早くこのフロアを通り抜けたくなるのでしょうか。岩観光察ラジオへようこそ。休日の昼間であればそこは楽しい場所です。家族連れや若いカップルが行き交い、少しでも安くて良いものはないか、自分の部屋のサイズに合うテーブルはないか、そんな期待を持ちながら通路を歩き回る人の声や活気にあふれたその時間は、単なるショッピングの延長線上にあります。しかし夕方から夜にかけて外の景色が深い暗闇に沈み、少しずつ店内の客足が引き始めた時間帯になると、この場所は全く別の顔を見せ始めます。入り口近くの明るい雑貨や古着のコーナーを通り過ぎ、一番奥にある家具家電のエリアへ向かう。そこは他の売り場よりもさらに天井が高く、空間が少し不自然に広く感じられる場所です。きれいに磨き上げられ、赤い紙の値札が貼られたダイニングテーブル、形も色も作られた時代すらもバラバラなソファたち、木目の色が合わない食器棚の列、少し奥には誰かが使っていた学習机が並んでいます。それらを一人で眺めていると、ふと足元が揺らぐような奇妙な感覚に襲われませんか。これらはすべて工場で作られたばかりの新品ではありません。つい最近まで知らない誰かの家で日常の真ん中に置かれていたものたちです。家族が囲んで毎日の食事をしたテーブル、誰かが仕事から帰ってきて深く腰掛けていたソファー、食器の当たる音やテレビの音を長年吸い込んできた家具、そこには確実に誰かの生活の痕跡が残っています。合成比較のわずかなひび割れや布製ソファの座面のかすかな沈み込み、テーブルの角にある何かをぶつけたような小さな傷、学習机に残るデスクマットが敷かれていた色の違いに、値札に事務的な文字で書かれた傷や使用感という表記が、逆に前の持ち主の生活の手触りを際立たせています。しかし今、それらは本来の居場所から切り離され、無関係なこの広い空間にただの商品として静かに並んでいる誰かの生活の名残だけが、この空間に大量に集められ、明るい光の下に置かれているのです。その間を縫って歩いていると、見えない無数の気配とすれ違っているような説明のつかない心細さを感じ始めます。自分が今他人の過去の生活という本来なら見ることのない生活の背景の中を歩き回っているような錯覚に陥るのです。誰が使っていたのか、顔は見えない。しかしそこに確かにあったという事実だけが静かに立ち上がってくるのです。さらに奥のフロアへ進むと、大型家電のエリアが現れます。ここでの違和感は
より直接的に私たちの体に響いてきます。本来であれば、台所の奥の壁際や、洗面所の薄暗い隅にあるはずの冷蔵庫や洗濯機、それが何一つ隠されることもなく、広いフロアの中央に並べられている光景、白いプラスチックや金属の四角いボディが、天井からの蛍光灯の光を冷たく反射しています。家という守られたプロヒベートな空間から外され、ただ冷やす、たが洗うという機能の形だけを残して、整然と一列に並ぶ姿、背面から伸びる太い黒いコードや、ぐるぐると巻かれた緑色の圧線、洗濯機のホースの裏側に残る使用感や色のくすみ、電子レンジの庫内に見え隠れする小さな使用の跡、ワゴンに無数に積まれた炊飯器や電気ポット、本来であればあまり他人の目には触れさせない生活の裏側そのものが誰でも見られる状態で明るい場所にさらされている。そこには少し乱暴に感じられる不自然さがあります。無数の別々の家で毎日稼働していた機械たちがここに一時的に集められ、電源を抜かれた状態でじっと次の行き先を待っている。その光景の異質さに気づいた時、空間の広さと周囲の妙な静けさが急にあなたの耳につき始めます。コンクリートの硬い床を踏む自分の靴底の音だけが妙に大きく響き渡るのを感じたことはありませんか。広い店内に人はいるはずなのに、遠くのレジの電子音は聞こえるのに、このフロアには自分しかいないような透明な孤独感、陳列されたテレビの真っ黒な画面やガラス張りの食器棚の扉に歩いている自分の姿だけが不意に映り込む。その瞬間、これほど明るい場所にいるのに自分だけが目立ってしまうような心細さに襲われます。誰もこちらを見ていないのに、並んでいる無数の家電の側から視線のような圧を感じる瞬間、自分だけがこの白い人工光の下でひどく浮き上がってしまっているように感じるのです。明るさがかえって自分の孤立を際立たせているような、そんな感覚を覚えたことはないでしょうか。そして時計の針が進み、閉店を知らせる館内放送が流れ始めます。少し明るすぎる女性のアナウンスと一定のリズムで繰り返される単調なメロディ、その音が空間に響き始めた途端、遠くで聞こえていたはずの他の客の会話やカートを押すプラスチックの車輪の音がまるで波が引くように急に薄れていきます。残されたのは天井でじーとなり続ける蛍光灯のかすかな音と、遠くの空調から聞こえる低く重い機械音だけ。遠くのレジへ向かう他の客の背中が見え、奥のフロアにまだ自分がいることを意識します。白い人工光波、昼間と何も変わらずこの広い空間を均一に照らし続けています。影の落ちないしをすびる光の中で、あなたはふとここから出口までの距離を測り始めます。商品棚の通路を抜け、レジの前を通り過ぎて自動ドアのある出口へ向かうまでの距離が急に気が遠くなるほど長く感じられる。安全な店内を歩いているだけのはずなのに、なぜか少しだけ足早になっている自分に気づく。立ち並ぶ大型冷蔵庫の白い壁や高く積まれたプラスチックの衣装ケースが進む足を少し重くするような錯覚。早くここを抜け出したい、早く外の空気を吸いたい。自分の車や自分の部屋という確かな手触りのある本当の日常へ戻りたい。そんな身体的な焦燥感が少しずつせり上がってきます。何かが襲ってくるわけではありません。ただここに長くいると落ち着かないような気がしてしまう。この無機質で
生活の気配を残した者たちが集まる空間に自分の感覚が少し薄くなるような、そんな静かな不安が胸の奥に広がってくるのです。出口に近づくにつれてその思いは強くなります。早く現実に戻らなければと、無意識のうちに息を詰めている自分に気づくのです。早足でおもちゃや古着のフロアを抜け、無人のレジ横を通り過ぎる。そしてセンサーが反応して自動ドアが開く。金属の枠がスライドする音とともに外の空気に触れた瞬間、夜の暗さとかすかな排気ガスの匂いが不思議なほど優しく感じられます。アスファルトの駐車場に引かれた白い線を踏み越え、ポツンと止まっている自分の車へ向かう。ポケットから鍵を取り出しドアを開ける。シートに体を沈め、ドアを閉めた時のあの密閉されたくぐもった音、シートベルトを引き出すカチャッという音、ハンドルの冷たい感触と車内の馴染んだ匂い、キーを回しエンジンがかかった瞬間のかすかな振動と圧倒的な安心感。ルームミラー越しに自分の顔を見た時、ようやく自分が今に戻ってきたことを実感します。ナビの画面がパッと明るく光り、現在地と自宅までの到着予定時刻が示される。明日の朝の仕事の予定や今夜の夕食のことが一気に頭の中へ戻ってきます。ウインカーの電滅音が車内に響き、フットバックミラー越しにさっきまで歩いていたリサイクルショップの看板を見る。ガラス窓の向こうで相変わらず白い蛍光灯が不揃い中具や家電を照らし続けている。その光景がまるで少し遠い場所だったように思えてきます。ほんの数分前まであそこにいたのに、なぜあんなにも強い心細さを感じていたのでしょうか。車を走らせ本線へと合流しながら、私たちはその違和感の正体について考え始めます。大型の店舗であれば郊外の家電量販店や新品の家具屋でも同じように広いフロアに大量のものが並んでいます。しかしそこを歩いていても私たちが今回のような心細さを感じることはありません。明るさも広さも並んでいる商品の数も同じなのに、なぜリサイクルショップの奥だけがこれほどまでに落ち着かないのでしょうか。それは新品の売り場に並んでいるのが未来の生活だからです。工場から出荷されまだ誰のものにもなっていない、これから誰かの家へ運ばれ新しい日常の一部になるのを待っている真っ白な状態のものたちです。だから私たちはそれらを見ながら自分の未来の生活を楽しく想像することができます。しかし中古の家具や家電が集まるフロアは違います。そこにあるものはすべてすでに誰かの生活の一部として長い時間を過ごしてきた過去を持っています。家族の会話を聞き、日々の食事の匂いを吸い込み、誰かの生活の重みを支え続けてきたその記憶や時間が完全には消えないままそこに存在している。それなのに本来あるべき生活の場から切り離され、生活の文脈から外れている。そして白い蛍光灯が照らす無機質な商業空間にただの商品として値札をつけられて整然と並べられている。この場所は日常と非日常が中途半端に混ざり合う境界線なのです。かつて確実に生活の中心にあったものが今は役割だけが残ったものとして扱われている。その過去の生活の痕跡と現在の商品としての姿が分離されずに曖昧に重なり合っている。私たちはその境界の空間に身を置くことで無意識のうちに自分自身の日常の輪郭までが
少し揺らいでしまうように感じるのです。自分が今生きているこの確かな日常もいつかこんな風に切り離され、無機質な光の下に並べられてしまうのではないか。自分の存在を支えているものが実はとても脆いのではないかという、そんな不安が私たちの位置感覚を少し狂わせる。だからこそ自分の存在を確かめるように早く見慣れた車や部屋へ帰りたくなるのです。この違和感に名前をつけるなら、商品化された過去の残りがなのかもしれません。リサイクルショップの家具家電フロアは決して恐ろしい場所でも私たちを拒絶している場所でもありません。そこは誰かの生活から切り離された者たちが次の新しい居場所へ向かうために一時的に立ち止まり静かに待っているただの通過点に過ぎないのです。次に白い光に満ちたフロアを訪れた時、そこに並んでいる不揃いなソファや古い冷蔵庫がいつもとは少し違った静かな表情に見えるかもしれません。もしこの違和感がしばらく頭のどこかに残りそうなら、高評価やチャンネル登録でいい。次の違和感にもお付き合いください。それではまた次の違和感でお会いしましょう。